戦艦大和と並び大日本帝国海軍を象徴する艦として高い人気を誇るのが航空母艦赤城です。この赤城は昭和2年1927年3月25日に竣工した排水量およそ3万トン級の大型空母でした。当チャンネルでもこれまで赤城の三段空母時代の姿をご紹介してきましたが、今回はその中でも特に幻とされる計画時の赤城に注目してご紹介いたします。この映像では平賀アーカイブに収められている設計案天城赤城第一案をもとに当時構想された艦用を再現しています。また動画内では便宜上赤城第一案と呼称いたします。この赤城第一案は厳密な検討時期は明記されていませんが、おそらく1922年から1923年頃にかけての案と推定されています。赤城第一案における最大の特徴はやはり三段式の飛行甲板にあります。しかし実際に竣工した赤城とは艦用にかなりの違いがありました。下段の甲板は滑らかに湾曲し独特の形状を持ち、中段は丸みを帯びた円弧形状、そして最上段の甲板は大きな傾斜がつけられていたことが実際の青写真から見て取れます。さて、この飛行甲板はどのように運用されたのでしょうか。基本的なコンセプトは竣工した三段空母赤城と同様です。当初の計画では下段が攻撃機の発艦用、中段が戦闘機の発艦用、そして最上段が着艦専用という運用が想定されていました。当時の艦載機は軽量な服用機が主流であり、長い滑走距離は必要とされず、この飛行甲板の長さで十分であると考えられてたのです。唯一竣工時の赤城と大きく異なるのは異様に傾斜した最上段の飛行甲板です。これはスキージャンプのような発艦用の設計ではなく、あくまでも着艦をしやすくするための工夫でした。このように傾斜をつければ着艦距離を短縮することが理論上は可能だったのです。また飛行甲板が傾斜していたのは当時の異質な制動装置である縦柵式制動装置を効率的に運用するという目的がありました。縦柵式制動装置は問題が非常に大きい設備でしたが、その欠点を傾斜した飛行甲板によって緩和し、効率的な運用を可能としたような気がしなくもなく、なんかきっと大丈夫なような、そんな前向きな気持ちになってくるような気がすることを積極的に検討を重ねたくなる気がいたします。実はこの飛行甲板の傾斜は実際に建造された赤城もその面影を残しており、艦の中央から後方にかけて確かに飛行甲板が傾斜していることが確認できます。この特徴は大改装後の赤城にも後期の都合で残されております。しかしこの三段式の飛行甲板はお世辞にも優れた設計とは言えず、実際の運用は想定通りとはいきませんでした。下段の飛行甲板は大型機の発艦には滑走距離が足らず、中段の飛行甲板はそもそも戦闘機でも発艦はできず、砲塔甲板と呼ばれてしまいます。さらに最上段の甲板は当初基本的には着艦専用と想定されていましたが、実際には発艦着艦の両方に使用されるようになり、結果として航空機の発艦と着艦の環境を物理的に分離するというコンセプトは機能しなかったのです。これにより赤城第一案も同様な問題を引き起こしたことは考えられますが、赤城の下段の飛行甲板57メートル程度に対して赤城第一案は63メートル程度あり、若干長いのが特徴となっています。それではここからはより詳しく実際の赤城の性能と比較していきます。第一案の基本性能は基準排水量29600トン、全長268.5メートル、速力 31.75 ノットと最終的に竣工した赤城とほぼ同等の大きさと速力でした。しかし武装面ではやや異なります。中段の甲板に設置された20センチ連装砲には変わりはありませんが、艦尾側のケースメート砲は20センチ砲が合計6門、さらに12センチ砲が合計6門並べられていました。また艦上には12センチ広角砲も合計12門が搭載されており、実際の赤城よりもやや強力な砲力を発揮する予定でした。一方で実際の赤城では第一煙突が大きく下に湾曲し、排煙による熱を海水で冷却する海水シャワーが採用されていましたが、赤城第一案では両側の煙突がいずれも上向きに設置されています。もしこのまま建造されていた場合、
肺炎の熱気が甲板上に流れ込む深刻な問題が発生したと推定できます。肝心の赤城第一案の搭載機数は40機程度と推定されています。これは実際の赤城の竣工時の搭載定数である60機よりもかなり少ないです。赤城第一案は背の低い艦用のため、格納庫の面積が小さかったのかもしれません。ただし、実際の赤城の方も予算不足で備品が常に不足しており、昭和初め頃の搭載機数はわずか36機前後でした。これは小型空母竜状と大差がない水準です。赤城第一案の航空機搭載能力はもしかしたら実際の赤城と差はなかったかもしれませんが、問題は青写真にはエレベーターが1機しか書かれていないことです。このまま建造すれば艦載機の移動は手動に頼る部分が相当多くなりますが、まあ、これはあくまでも計画案らしい荒さということではないかと思われます。ちなみに前方のエレベーターも、青写真をそのまま再現を行うと、およそ6度という小さくない角度で傾いていることが分かりました。実際に建造する機会があったとしても、赤城第一案をこのまま建造するのは控えることを強くお勧めいたします。以上が幻の設計案として残された赤城第一案の全体像でした。実はこの他にも赤城には複数の設計バリエーションが存在しており、これらを紐解いていくことで日本機動部隊の黎明期における技術的思考や設計思想の変遷を読み取ることができるのかもしれません。その後、赤城は無事に三段空母として竣工し、大改装を経て近代的な大型空母へと進化します。そして赤城は長らく日本機動部隊の象徴としてその名を歴史に刻んでいくことになるのです。次回につきましては、これまた変な姿であります。第2案についての調査結果を報告できれば良いかなと思っております。あと赤城言っちゃいましたけども、厳密な資料の名前はですね、航空母艦天城赤城偽装大隊図第1案になりますので、天城にはちょっと申し訳ないかなというふうにね、思っております。不思議なことに近未来的な姿にも見えますこちらの赤城第一案。皆さんはかっこいいと思いましたか？それともちょっとなんかな、正直ダサいなと思いましたか？よかったらコメントにご意見をお聞かせくださいませ。これが第一案か？見えますか？多分ね。これ、だいたい感じに再現したと思うんですよね。宇宙船みたいだよね。これか。20センチ砲とかね。45口径。書いてありますね。あ、これ広角砲なんだね。広角砲だ。で、第2案ね。第2案これ。これも変な形っていうか、あれだね、多段式の飛行甲板じゃないのこれね。一段式の飛行甲板で検討されていたと。ね。これ何これなんかもっこりしてませんこれなんか。もっこりしてるっていうかなんか。ね、これ煙突があって、これも煙突の一部なんですかね。で、ブリッジがあって。これですね。この第2案も結構、作るのには時間かかっちゃうんでね。ちょっとここで皆さんに第2案お見せいたしました。こんな感じのものをね、作れたらと思います。はい。ではでは、そんな感じです。